私にとって歯科医師免許は免罪符。医者か歯医者以外の道に行くなら絶縁だなという言葉をかけて生まれ育ったコマーシャルでジョイントさせていただいたりとか、唯一無二なものを探したら着物と異素材を組み合わせた服作りというものに行き着くんです。ボンジョージューということで、たかこです。本日エピソード6はですね、歯科医師、役者、デザイナーという職の遍歴についてお話をさせてください。そしていつものようにスペシャルゲストの JJ です。そもそもですね、私にとって歯科医師免許は免罪符、自由になるためのチケットだったということなんですけれども、どういうことかというと、ちょっとうちが医療一家に生まれまして、兄薬剤師、私歯科医師、妹弟医師、母薬剤師、父医師、祖父母医師、また親戚医師、医者家系というちょっと医療家系に生まれたものでして、医者か歯医者以外を許されなかったという家系に生まれました。だから高校卒業の時にちょっと演技したいなとかちらりと言ったんですけれども、もちろん聞こえなかったふりをされてですね、医者か歯医者以外の道に行くなら絶縁だなという言葉をかけて生まれ育ったっていう環境にありました。で、18歳の私は考えるわけです。確かに親の言うことも一理ある。何をするにもお金は必要になってくるし、演技の勉強するのにも、オーディションに行くのにも、自分のブラッシュアップするのにも、それに綺麗な人も演技の上手い人も山ほどいる。その中で付加価値をつけないと勝ち残れない業界だとしたら、歯科医師とか女医っていうのはフックにはなりやすいよね。で、実際本当にそれで役者になってからいただいたお仕事っていうのも何個かあるし、ただやはり役者をやって分かったことは、私は演技をしたいのではなくて、感情の解放をするためにその手段としてどうしても演技を弁識をすることが必要だったんだということに気づくんですね。実はちょっと私複雑な家庭環境があって、生みの母と育ての母がいたりとか、15歳から36歳まで過食症で食べて吐いていたりとか、ちょっとそういったものがあって、そのためにはどうしても演技が必要だった。そのためにその歯学部の6年間を経ても演技への夢が捨てきれなかったっていうところがあったんです。で、歯医者になってようやくしばらくしてから演技の勉強ができ始めるんですけれども、今度はですね、次に、オーディションに行けないっていう壁にぶち当たるんです。歯医者になって30を過ぎてようやく演技のレッスンとかに行けるようになったんですけれども、それでもやっぱりオーディションって1時受かっても2時、明日受かったから来てください、明日の4時とかそういう感じなんですね。で、やっぱり普通に仕事を勤務でしていると、院長先生は例えばじゃあ給料その分引くから行ってきてくれていいっていう風になるんですけど、他の衛生さんとか女の子たちが堀田先生はいいのってなるんですね。そうなると結局やっぱり私が独立してやらない限りは無理だなということで、ここで反独立に踏み切ります。ここは詳しく話すと長くなるのであれなんですけど、要は自分でマーケットを持ってきて、月々これだけ売り上げができるから自由にやらせてください、その代わり役者をやりますって言って、その時は在宅訪問とか老人福祉医療だったんですけど、その周りの方にも全部話して了承を得た上でオーディションをやらせていただいたり、ドラマに出させていただいたりっていうことをしていました。で、その戦略をもってして、やはり女医だからということで呼んでいただけた番組とか、女医だからということで歯科の歯磨き粉のコマーシャルでジョイントさせていただいたりとか、女医とか歯科医師という肩書きがあってこそっていうのは間違っていなかったっていうのがあるんですね。で、あとやっぱり安定があったからこそ、これはデザイナー時代も生きてくるんですけれども、無借金でやっぱり会社を立ち上げていて、一度も借り入れをしたことがなかったりとか、補助金とかももらいながらやったことがなかったりとか、ちょっと世間知らずなところがあったんですけれども、そういった形で今まで12年デザイナーとしてもやってきています。で、そのパッションが消えたのはやっぱり結構大きな案件、こちらですねをやらせていただいて、パッションが消えて、で私パッションがないと動けないので、それで本当に次にやりたいことは何だろうって考えた時に、人の役にも立てて24時間考えてもいいぐらい好きで、唯一無二なものを探したら着物と異素材を組み合わせた服作りというものに行き着くんです。で、その時ももともとは歯医者はつなげるつもりで、私がいなくても回る仕組みを作って、不労収入を得る仕組みを作っていったんですけれども、最後の最後でちょっとまたポシャって、これもですね、その当時私アメブロやってて全部赤裸々に書いてるんですけど、結局歯医者を辞めることになったんですけれども、ある意味排水の陣というか、もうなくなったので良かったとは思っています。じゃないと私今海外に来れてない。
と思います。でここでも先ほどちょっとお話ししたように、アパレルも軌道に乗るまでは全部この会社での稼ぎを流入して、こっちの会社の方にでそれで回して、そのもう借金するとかそういう発想がなかったので、社会に出たことがないので、2年間ぐらいでもアパレルが軌道に乗ったので、じゃあもう歯医者を完全に手放してアパレル一本でやっていこうって決めた感じになります。免罪符を手放しデザイナーとなった私は、夫の仕事の都合で次は沖縄への移住が始まります。そこで経験した2度の流産、そして保護猫パスカルとの出会いが私の人生を大きく変えます。それではまた、ボンジョーネ、バイバイ。